私はどの分野も上に行けば行くほど少数に所属することになり、精神的に孤独になることが多いと思うんですが、人の人生は能力に起因するという現実があると思います。仮に努力をして上に行ってお金を得た結果、孤独になる現実は日本にいた場合どうすれば幸せになるでしょう。家族を作る。周りから本当の意味での愛情が不足するのが今の日本の経済や SNS の荒れる原因だと思うんですがどうでしょうか。私は女性側の男性に対する受け皿を広くするのが解決の一つの方法だと思います。思わない別に女性側がこうするべきであるとか男性側がこうするべきですっていうのを言ったとしてその通りにするやつがどれぐらいいるかって話なんですよ。例えばじゃあ女性は一切仕事をせずに子供を育てるべきであるっていう人がいて本当にそうだって言って働かない女性が果たしてどれぐらいいるか。逆にじゃあ男性というのは全ての給料を家に入れてお小遣い月5000円で暮らすべきであるとかっていうのを言ったとしてその通りだって言って全てのお金を家に入れる人がどれぐらいいるかっていうとやっぱりいないじゃないですか。なので社会システムというのはこうするべきであるというべき論で言ってもしょうがないんですよね。でただ上に行けば行くほど孤独であるは僕はこれ結構正しいと思ってて会社のトップの人って孤独なんですよ。で部長ぐらいだと同じような部長の人というのが同じ悩みを抱えて一緒に飲み会とかできるんですけど社長になってしまうと自分がトップで愚痴を言う相手はいないんですよね。じゃあお前が何とかすればいいじゃんってことになったりするのでなので経営者同士って結構傷を舐め合ったりするんですよ。仕事と関係ない港区女子とか呼んでそういう話をするみたいなのがあったりして割とね経営者とかで孤独な人は結構多いんですよね僕が見る限りは。で経営者としてもある程度ライバル関係だったりとか経営者同士だとどっちが儲かってるとか上下関係みたいなのもやっぱりあったりして純粋な友達っていうのはやっぱ作れないんですよね。なので社会的なポジションを得てしまった人って結構ね話をする相手がいなくなる人多いんですよ。多分タレントさんとかもそういう傾向あるんじゃないかな。そういう意味でいくと出世して上に行けば行くほどお金も増えて幸せになるだろうっていうふうに思いがちなんですけど結果として孤独になってしまうというのがあって家族を作るとかっていう方向で全然違うところでコミュニティをなんとか作ろうとするっていうのが人間のやりがちなところなんじゃないかなと思います。はい。でもね大体こう社長業の人が結婚するとそこで性欲が余ってるので不倫して家族を大事にしようと思っていたのにその大事な家族をこうバーンって破裂させてしまってで結果としてより孤独になるっていうで一回孤独になってる状態で幸せな離婚した家族はそれなりにあって子供に会いたいけど会えないみたいなのがあって孤独が一人の孤独じゃなくていなくなってしまったというより強い深い孤独になってしまってどんどん病んでいくっていう。でその病んでいくところが嫌だからじゃあ若い女に手出したりしてそこでトラブってまたそれで社会的なバッシングとかになって余計こう辛いことになるっていうのになりがちなのでやっぱねタレントとか社長業とかで性欲強いやつっていうのはね基本的に結構きついんですよね人生。はい。いやーなんだろうねやっぱね性欲強い成功者ってねなんかね幸せそうじゃない時を結構見るんですよ。なんでなんだろうね。楽しそうな人っていうのを大人になってから見るのでいくと金持ちじゃないやつの方が楽しそうにしてるやつ見るんですよね。例えばじゃあそのクラブ的なイベントとか別に花火大会とかでもいいですよ。そういうところですごく楽しそうにしてる大人っているじゃないですか。なんかビール飲んでイエーイとか、なんか花火でわー花火やーとか、やたら大きな声上げてる人とか、大体金持ちじゃないんですよ。わかんないけどね。見た目とか立ち居振る舞いとか、着てるものとか見てても、でも、そういうところで楽しそうにしてる人って、やっぱりなんかね、お金ない人の方が、そういうところで楽しんでるんですよ。で、なんかね、お金のあるやつはね、ひねくれててね、そういうところでね、素直に楽しめないんですよね。クラブとかで楽しそうに踊ってる人とか見ると、やっぱりなんかね、そんなにね、お金持ちそうなやつじゃないんですよ。で、お金持ちそうなやつって、奥の方のソファー的な VIP 席とかで、こう座って酒飲んでるんだけど、クラブって踊るための場所なのになんでソファーで酒飲んでんのみたいな。それ家でやればよくねみたいな。横のお姉ちゃんとか喋ってんだけど、いやいや、こんなうるさいところで喋るぐらいだったら家でやれよとか思うんですけど、なので、せっかくクラブに来てクラブを楽しむ、音楽を楽しむ、音楽に合わせて体を動かすっていうのをやらずに、うるさい中でお酒を飲みながらお姉ちゃんと喋ってるみたいな、キャバクラ行けよっていう。でね、なんかね、この状況で楽しんだ方がいいよねっていう楽しみ方ができる人に金持ち少ないんですよ。これがね逆説的な問題でそういう風なところで楽しんじゃうやつは金持ちになれないのではないかっていう何なんだろうね。失うものがないと気楽なのかね。バカになれたもん勝ちっていうのがあるんだけどバカは最初から勝ってんだよ。頭のいい人がバカになれたもん勝ちだよねバカになって楽しもうとか言ってるけどそれだったら最初からバカなやつもう勝ってんじゃんみたいな。だから実はね幸せというのはあんまり頭良くない方が幸せなんじゃないかっていう逆説になってしまうんだよね。
いやー、だからそこら辺がなんか何をもって人が楽しそうなのか幸せそうなのかっていうのを見てるとね、やっぱりなんか頭がいいとか成功してるというのは実はなんかね、その人の幸せに与える影響というので考えると結構微妙なとこあんのかなって気がするんですよ。ただ不幸は避けられます。金を持ってると。隣に引っ越しおばさんとか住んできたらとっとと引っ越せばいいし、事故らないような車になりたいとか、トラブルがあるような臭い場所とかに住みたくないよねとか、嫌なものを避けるというのにおいてお金はすごく重要なんですけど、マイナスをなくすという意味でいくとお金はすごく重要なんですけど、プラスである、幸せであるっていうところに行くと、いや実はね、お金持ちが幸せなのかっていうとね、結構微妙なんですよね。ベンチャー企業で成功したいですとか、事業やりたいですっていう人で、スティーブ・ジョブズに憧れてますとかっていう人結構いるんですけど、スティーブ・ジョブズが死ぬ前に言ったのは、仕事なんかより家族にもっと時間を使えばよかったっていうのが、彼が人生で、彼もね、世界で一番の金持ちに多分なってると思うんだけど、お金持ちになった憧れる経営者が人生をかけて見つけたのは、家族に時間を使った方が良かったっていう、そうなんだっていうのが分かったので、じゃあ人って家族に時間使った方がいいんだよねってなると、バカは家族に時間使ってるんですよ。頭がいい経営者とか成功者っていうのは家族に時間を使ってなくて、でむしろマイルドヤンキーとかがアルファード買ったぜイエーイみたいなので、ショッピングモールとか行ってイエーイとかっていうのでファミレス楽しいとかっていうのをやってて、頭が良くないって言われるお金のない人の方が実はスティーブ・ジョブズが欲しかったものを手に入れているっていう。なのでお金欲しいよねとかっていうのは全然あると思うんだけど、ただなんか幸せになるためには何が必要なのかっていうところで逆算すると、成功とは何かっていう話になってくるんじゃないかなと思うんですけども、結局だからサイゼリヤはね美味しいんだよ。前にも言ったと思うんですけど、エスカルゴを日本で食べるのであればサイゼリヤの質が一番良いっていう。エスカルゴって水煮で食べるのが美味しいんですけど、ただ日本に入ってくる時にお店で普通のじゃあフランス料理屋とかが仕入れる場合って量を仕入れられないので缶詰になったり冷凍になったりするんですけど、サイゼリヤって圧倒的な量を消費してるので、エスカルゴでエスカルゴ消費量が多いので新鮮な状態のものを仕入れて新鮮な状態で店頭に出してお客さんが食うっていうのができるんですよ。でも普通のじゃあフランス料理屋とかだとやっぱ1キロのエスカルゴなんて1日で消費できないじゃないですか。結果として冷凍させたりとか缶詰になったりっていうのになるんですよ。なので実はエスカルゴ美味しいもの食いたいんだったらサイゼリヤで、結構ねサイゼリヤそういうもの多かったりするんですよ。サイゼリヤのねモッツァレラチーズとかでもね結構美味しいんですよ。それなりに質高いんですよ。だからなんか本当に味で物事を決めるのであれば結構サイゼリヤの質の高さっていうのはね侮れないんですよ。サイゼリヤのねミラノ風ドリアがね、ミラノ風ドリア専用工場をオーストラリアに作ってて、ミラノ風ドリアがなぜ美味しいと思うのかで、他のファミリーレストランがなぜ真似できないのか。普通のクリームソースって小麦粉の量多めになるんですよ。でもね、1リットルかなんかの牛乳を煮詰めて確か1人分にするんですよね。1リットルから2リットル煮詰めるのかなっていうので作るクリームソースがサイゼリヤのミラノ風ドリアで使われるクリームソースなんですけど、他のファミリーレストランで1リットルだから2リットルを煮詰めたらあの値段で出せるわけがないんですよ。日本でも普通に1リットルの牛乳買うと200円ぐらいすると思うんですけど、でそれを煮詰めて、でそうするともう原価がその時点でもう200円でさらに煮詰めたガス代とかになっちゃうから、それをミラノ風ドリアは400円台とか500円ぐらい出すのかなっていうところで考えると、どう考えても割に合わないんですよ。でこれがなぜサイゼリヤできるかっていうと、もうオーストラリアの牧場の横にミラノ風ドリア工場を作ったらしいんですよ。なのでオーストラリアの牧場の牛乳の乳を絞ってクリームソースにしてしまって、本来である2リットル牛乳は煮詰めて量が少なくなるから、ミラノ風ドリアの冷凍にしたまま日本に持ってくると輸送コストが安くなるんですよ。牛乳を煮詰めるという作業をしてしまうのを外国でやってしまえば、2リットルだったものを10分の1にしたら 200g になるわけじゃないですか。っていうので、そこの完全に工場を海外で作れるやつだけが買ってるんですよ。300円なの。すごいね。勝てるわけないよね。他のファミレスとかがココとかデニーズとかが同じものを作ろうと思って外国の牧場の横にそんなもの作ってね、コストが回収できるかどうか分かんないじゃないですか。怖くてそんなことできないんですよ。なので結果としてサイゼリヤがずっと勝ち続ける。サイゼリヤはね頭いいんですよね。
100円ワインもね、レベルそんなに悪くないんですよ。今100円かどうかわかんないですけど、テーブルワインっていうのが割とそのヨーロッパ圏では飲まれるんですけど、別に大した高い値段のワインじゃないんですけど、食事と一緒に飲む分では全然構わないよねっていう、あそこら辺のワインを100円で出すってやられちゃうと、やっぱ他のメーカー勝てないんですよね。サイゼリア圧倒的に強いっていう。すいません。僕サイゼリアについてなんか話し出すとめんどくさい人なんですいません。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。